はい、適当さんに今日はプロの印付けの世界って感じで、印付け、裁断して、基本的な工場のやり方いろいろあるんですけど、代表的な2つの印の付け方で工場とか主に印入れてるよっていうのがあるんで、それで説明していこうと思います。はい。じゃあまず、具体的に何で入れるのかっていうのは、しつけ糸、これしつけ糸じゃないですけど、だいたい白か赤のこういうしつけ糸が長いのがあるんで、それをまとめて刺してそこに印つけると、イメージ湧かないと思うんですけど、糸で印つけるかチャコペン等で印つけるかっていう方法になります。これも工場によって全然違うというか、ペンでつけるペンというか、この鉛筆とかチャコペンでつけるかしつけ、白もとか赤もとかいう名前で言ったりするんですけど、そういうのでつける2通りですね、主に。でそっちのデメリットメリットとかも紹介していこうと思います。はい。多分なんですけど、印付け自体が、工場的に効率がいいのはおそらくこの糸でつけるタイプですね。で、なんでかっていうと、工場だいたい自動裁断機、キャムがあるんですよ。キャムじゃねえ、キャムか。自動裁断機のことをキャムって言うんですけど、データでパターン作るのをキャムとか言うんですけど、そういうのでデータ作ってそのまま裁断機にデータを送ると自動でウィーンガチャガチャって切ってくれる、裁断してくれるっていう、時代なんですけど、そういうのでもう切れるのがだいたい30枚は切れないかなぐらいなんですよね。だいたいよくあるのが20枚ぐらいで単が変わってって感じで、単っていうのは一つの巻きですね。だから20着切れる、それはもうパーツとかアイテムによっても使う容弱変わってくるんで全然変わってくるんですけど、30は経験上なかったかなって感じなんで、1回で切れるのはおそらく、20から30ぐらいかなっていうのが、僕の、浅い経験なんですけど、そんな感じで、その20、30を、印つけるってなったら、このペンでいちいちね、例えばなんですけど、これ今パンツのパターン、これいつか学生時代に使ってたやつですね。それをもうこのいちいちこうやって型紙の上を置いて、こうやってね、はいこれで1、これを30回やるって考えたら、これを20枚の上に針刺して、それをミルフィーユみたいにめくりながらちょきちょきとやっていくと、こっちの方が効率いいの分かりますよね。で糸で印をつけるっていうのもありますね。はい。そっちの方が効率はいいですね。ただデメリットあって、その糸がついてるんで、糸ついてるメリットは表にも裏にも印が見えるっていうところですよね。でもそのメリットあるんですけど、抜けたら分かんないと、抜ける可能性がある。であとなんて言うんだろう、それを縫った場合ね、例えばダーツがあるとしますよね。ここにダーツ縫って、このダーツの止まりの位置にその糸がある場合ね、その糸を抜かなきゃいけないんですよ。でも縫い込まれてたりするから、そのしつけ糸がめちゃくちゃ取りづらかったりするんですよね。だから、取りづらかったり取り忘れてたり、こう縫い込まれた時にその印が取りづらいから、僕的には、この印でつける方がいいかなと思いますね。しかも僕はサンプルとか少ない枚数メインでやってるんで、これでやるよりはこっちの方が早いし、後で消す手間が楽ですよね。取り忘れとか意外と糸の方が目立ったりするんですよね。なんか残ってたら、でなおかつ縫い込まれて取りづらいし、そういうのが糸のメリットデメリットですね。表裏にも見えるのは嬉しいけども、そういうのがあるかな。あと、自動裁断機はこういう印を自動でカットするだけじゃなくて、こうペンツールみたいなのもあるんで、こういうのでウィーンって印つけてガチャウィーンウィーンウィーンって決めた位置にすることもできるんですけどね。そこでそういうのをやってる工場は僕見たことないんで分からないんですけど、そういうやり方もあると。でもそれよく考えたら20枚まとめて切るから、
1枚裁断とかしか使えませんよね。20枚まとめてこうやってできないですもんね。貫通しちゃうから。からやっぱ後で印入れる場合が多くなるんじゃないかなと思います。はい、そういうところかなと思います。こっちはまあ時間はかかるっちゃかかるけど、消す手間がこれ人によるから何とも言えないですね。結構ベテランの学生服とかのもう動画で見たりしてるけど、意外とこっち多いですね。もう超量産的でベーシックな形とかは縫ってる工場はこういう切り火とかしつけタイプが多いかもしれないですね。まあ自分のやってきたところはこれで教わっとったり、ここでチャコペンとかでやってるのもあるんで、何とも言えないですね。これのメリットは、量産になったらちょっと誰かがね20枚こうやって型紙あって、はい、この位置印ってやらないといけないから、総合的に見たら時間がかかるのかもしれないですね。はい、そういうとこですね。今日はあんま薄っぺらい内容かもしれないんですけど、こんなとこで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。